おでん卵とコンロを持ってきて、おでんとビール、カッティングボードを作ったの。ペーパーかけて仕上げも今日しようかなと思ってます。お皿も作ってたよ。お皿2枚作ったんですね。1枚がね今日はおでんとビールをしながらこの辺を仕上げていこうかなと思います。自分のお皿は自分で磨く。ここにね、磁石を入れたい。よし、おでんどうなったよ。あっちゅおー、美味しい。まあね、精度がいいですね。工業製品みたいだね。お疲れちゃん、ピクニカホリック主だよ。何主だよって。今日はね、また公園に来たの。それで前回はムール貝やったと思うんだけど、今日はおでんおでんをね、またいつものこの辺のセットで、なんだっけ、この子と今お湯を沸かしてるね IH の、コンロを持ってきて、おでんとビールをやろうかと思っておりますので。公園でおでんいいですね。そうですね。あとね、カッティングボードを作ったので、これを今日はせっかく外でしたし、ペーパーかけて、仕上げも今日しようかなと思ってます。お皿も作ってきたよ。ちょっとね、まだ荒れてますけど、これお皿になる予定でね、お皿2枚作ったけどね、1枚がね終わったよ。かわいそう。今日これ、くっつければくっつけて使うし、ダメならダメでまた作り直そうかなと思っているわけです。こう見るとスマホのケースみたいな。本当だね。なので今日はおでんとビールをしながらこの辺を仕上げていこうかなと思います。そしたらね、これをさ、原始的だけどさ、ボンドボンドでくっつけようよ。よいしょよいしょ。木にはボンドが一番ですよ。そう信じてる。でね、くっつけたよ。いけるんじゃないの？ダメ？ちょっとはみ出たのをふきふきしていって、なんか意外としっくりきてるんですよ。本当？ああ、割れた。ダメだ。ダメか。ね。ちょっと時間を置いといたの。固定しよう。あとね、持ってきたよ。すごいね。持ってきたなんだろうそれと思ってた。いけるかさ。これをね、えいってやって、よいしょよいしょ。閉めておけば。さすがだね。いろいろ持ってるね。いけるんじゃないかと思ってる。これでちょっと置いとく？置いときましょう。それでね、お湯がやっぱり沸いたの。いいん沸いた？だよね。ここに先ほどのおでん。はい。外した方がいいよ。ちょっとね、2個は無理？まあ1個入れてみるよ。でもさ、いいんじゃない？入れて蓋しとこうよ。入りそう？だって一人一個じゃないとさ、卵とか喧嘩するもんね。だって、あ、いいじゃない。入る？またいつもの熱いべ。熱い熱い。これで蓋を押してお5くと。分って書いてあった。
ますいいね。お皿磨き中、自分のお皿は自分で磨く。結構綺麗になりそう、すぐなる。なんかそこの方が柄が残っちゃってね、せっかくね。すぐ綺麗になる。お、じゃあバッチリお願いします。まさかこの R がこんなかっこよく作れるとは。すごいさ、なんか斜面も削れるんだね。ここまでちゃんと斜面に作ったのも初めてだね。だって直角にしたらさ、おかしいもんね。なんか灰皿みたいになっちゃうね。そうだね、灰皿。いいんじゃない？まあざっと。ちょっとね、なんか残る？いいね。で、ここにね、磁石を入れたい。で、こっちにも磁石を入れて、これがピタッペタンとくっつく予定のがいいじゃん。いいじゃん。で、一体化する予定なんだけど、この子が入れない。はい。じゃあまずその前にね、持ってきたよ。仕上げはよいしょ。あ、絹か。なんかね、高級なんだね。木工用の、オイルフィニッシュなんだけど、なんか舐めても大丈夫らしいです。キミカはそれ最高だよね。お米から生まれた自然塗料、これを塗って仕上げるというところになります。これやるのかな、これ。今やっちゃう？後ほど。はーい。よし。おでんどうなったよ。10分ぐらいやったのこれ。はい。いけそうです。よし、今日はやけどしないぞ。これはそのまま開けて。今日からし忘れちゃった。からし必要じゃね。ね。やっちゃいましたね。あ、切れる？これをおでん開封。これ汁ごといっちゃっていいよね。あ、怖い。あっち。また？どう取るよ。熱いよ。このおでん2個で299円だった。またあれです、丸越ですか。大関。使いこなしてます。よし。あっち。おお。なんか汁が飛んだ？よし。で、こんなおでんなんかつゆだくですけど。つゆだくじゃない？どう？普通にうまい。これは普通にうまい。卵もさ、いいんじゃない？割ってみようよ。いやー、普通に。熱々だよね。アップ。美味しい？うまい。ビールですよ。うまい。グーです。どれ？どれ。妻顔出し NG だね。うまいもん。うまい。まあ温めれば。からしか。おじさんも食べるよ。そしたらね、ここにね、マグネットを埋めていくと。強力なやつだよね。なんか1個ね、入れたら試しに入れたら抜けなくなっちゃったけど、あとはちゃんと接着をしていこうと思います。なのでコンロでマルチは器用だからなんとかするよ。うまいこと。これをこれ曲線間違えちゃダメ。
うん全部を同じ位置に入れる。よいしょ。もう流れ作業。よいしょ。皿の方にも、マグネットをこの反対向きの曲線で入れていくと。じゃあすごいね、精度がいいですね。さすが。よしよし、ね、入れてボンドで、あのボンドつけたの？これゲット。もうね、精度だけはいい。ゲット。いいじゃん。あっちで火を浴びながらくっつくのを待ってる子がいるね。そうだね。大丈夫かな、あの子は。つらつらですよ。つらつら得意の。こういうね、つらつら感が気持ちいいよね。うん。それが、CNC フライスパンの見せ場ですよね。うん。見てこのつらつらですよ。すごい。本当工業製品みたいだね。こんできます。くっつくのか。これマグネットが取れたらまだボンドくっついてなかったら、まだつけたばっかりじゃん。多分キュッてなってるからいきます。いけはい。んのか、いけんのか。おお。意外と弱い。俺そんなに。やっぱりそれさ、へこんでるからじゃないの。そうかな。いいアイデアだと思ったんだけど。あ、でもくっついてるくっついてる。意外と。いいじゃんいいじまあいいんじゃない。ゃん。そうそう。なんかこのぴったり感が気持ちいいんじゃないかな。覗き穴みたいな。あともう一人はもう一人は待機中。待機中です。さっきの割れたやつ、うん。いろいろ研いでね、ほぼ分かんなくなった。全然跡残ってない。残ってない。傷跡。分からない。おお。外してみます。うん。どうしよう、パカって割れたら。よいしょ。ほら。すごいじゃん。なかったことになった。怖いね。でもさ、汁物とか入れたらさ、その隙間から出るとかないの？分かんないけど、このお皿で汁物はないか。あまりないし。ちょっとなんとかソースとか、それくらいなら平気。どうでしょう。やったね。またマグネットを植えていかなきゃいけないので、うん。思ったよりちょっとマグネットの力が、うん。ほんとね、パチンっていくかと思ったんだけど、4またこれギュッてからやって割っちゃうんでしょうね。うん。そんなに弱いの？いやー、あれは両面テープが強烈すぎてうん。取れてるんだよね。こじっちゃうのがダメだよね。うん。普段は私切削はアルミ専門だったので、うん。容赦なくやっちゃったんです。そうだよね。アルミだったら絶対大丈夫だもんね。出るって本当だったと思ってないかな。まあ木工も楽しいですね。うん。完成。すごい、つらだ。次はね、しっとりとした処理をしたいので、先ほど言ってたキヌカ使ってみましょう。これをつけて煮ると。結構あれだね、パスタ大丈夫だね。あ、直付け。して帰ったらテーブルもやってよ。そうだ、しっとりしてくる。うん。それ傷のある子？これナイフ。ない方？色が変わった。色変わるね。うん。
高級感が出たね。もうなんか素敵よ。でもそれさ、なんかお皿に塗って害はないわけ？口に入れても害がないらしいですよ。米が成分らしいので、赤ちゃんが使っても大丈夫って販売店が歌ってました。それっぽくなってるじゃん。どう？いいじゃん、これと比べてみようよ。あ、そうですね。全然違う。高級感出た。これを全部塗っていくと、よいしょ。ああ、よし。よいしょ。お疲れちゃん。じゃーん。はい、てなわけで寒くなってきたので帰ります。今日はまあ おでんはついでなんだけども、カッティングボードとお皿を作ったよっていうところですね。今日作った、なんかすごい夕日がすごい当たってる。なんかこういうのを作ったよ、これを、ピクニックで持ってきて、到着したらシャキン、なんかワックスが馴染んだね。ワックス馴染んだね。シャキンとこのお皿が出てきて、カッティングボードなのでなんかこうまあトントンするなり、盛り付けるなりして、シャンパンみたいになくなって今炭酸水になっちゃったけど、なんかこういう宴に使えたら素敵じゃない？やっぱこのさっき塗ったやつがすごい馴染んでる、乾燥してるからね、すぐ乾いちゃうよね。で撤収だなーっつったらこれをカチャンピタン、よいしょ、カチャンピタンっつって持って帰れるよ、いいじゃないこれ、あとはね、これ今度なんかロゴとか入れたいね。入れたい。そういうなんかスノーピークとか。スノーピークダメだってそれ。スノーパークとか、それなんかパクリっぽいから、なんか入れたらかっこいいかなって、まあ今回は試作品で作ったけど、次回から使いたいなと思っています。はい、じゃあ今日はそのカッティングボードとお皿の、完成だよっていうところでご報告になります。お疲れちゃん。じゃーん。今日はね、ベランダにいるよ。この間作ったカッティングボードですね。それはですね。今日は何作るの？ホットサンドメーカーを買ったので、エコフローさんで